ご視聴ありがとうございます。今回は発展に取り残された悲劇の駅に迫ります。無機質な地下通路の先にある廃墟みたいな駅の歴史、そして駅の内外と壁の向こう側を解説します。普段は入れない場所に入れる千載一遇のチャンスにも注目です。ここは成田空港の地下にある駅の一つ、空港第2ビル駅です。終点の成田空港の一つ手前にあるこの駅は第2第3ターミナルの最寄り駅です。今は休日の朝方なので人が少ないですが、空港の需要はすっかり戻っているため、時間によってはこの混雑です。左に見える線路は JR 成田線、右の線路は京成線の下り線で、私がいるのが京成本線、奥が成田スカイアクセス線の乗り場です。ちなみに京成線の上り線はこの右にあり、ここからは見えないです。京成本線と成田スカイアクセス線では運賃計算に差があり、駅の外に出る改札とは別にコンコース階に中間改札もあります。その手前で右に進むと中間改札を通らず駅の外に出られます。そしてしばらく進むと日本一短い鉄道芝山鉄道線の文字が。成田空港に乗り入れるのは JR と京成だけではありません。そしてここから先ではカートを使うことができなくなります。この通路の先にあるのが成田空港にあるもう一つの駅、東成田駅です。案内板には東成田駅まで500メートルの文字が。通路はすぐに左に曲がり延々と続いていきます。空港のざわめきが遠くなっていき、少し歩いただけで何も聞こえなくなります。横にある広告などもまばらになっていきます。殺風景な通路は緩やかな下り坂で、奥で上り坂になっているようです。列車の到着発車時には賑わう空港第2ビル駅とは対照的に、ここは人がほとんど通りません。一方で監視カメラは通路に何台もくっついており、空港ならではの厳重な警備が伺えます。この通路は幅 3.3 メートル、高さ 2.2 メートルで、高さが特に窮屈です。この長い通路ですれ違ったのは、合計2人だけです。直角に曲がった後の通路は意外と長く続き、最後のあたりで上り坂がきつくなります。一般用ではない出入り口が複数ある以外は分岐もなく、似たような内装がずっと続きます。通路を歩くこと7分ほど、東成田駅に到着です。先ほどの看板には芝山鉄道の名前だけがありましたが、ここには京成線も乗り入れています。空港第2ビル駅から500メートルとは思えない、錆びれ切った光景です。全体の雰囲気とは逆に自動改札機は割と新しく、IC 専用の機械もあるほか、この駅は有人駅なので駅員がいます。ただし駅事務室や券売機のスペースは、壁が天井まで届いていません。駅構内に後から設置されたものだからです。時刻表がこちら。日中は40分間隔で、おおむね朝9時台から午後4時台まではワンマン運転です。大半が両隣の京成成田と芝山千代田を往復しており、京成成田から上り方面に行くのは朝夕の一部だけです。先ほどから響いている金属が擦れるような音も気になりますが、駅の周りを見る前に成田空港にありながら閑散としているこの駅の歴史を解説します。駅周辺の位置関係がこちらです。そして東成田駅はこれらの中で最初に開業した駅でした。この駅が開業したのは1978年、昭和53年5月。京成本線の終点として隣の京成成田駅から延伸されてできた駅です。当時はこの駅が成田空港駅でした。ただし京成は当時から今の空港第2ビル駅と成田空港駅を含む新線の建設を計画しており、69年11月には免許も取得しています。にもかかわらずこの駅ができたのは国の交通政策が理由です。当時の運輸省が成田空港をアクセス路線として計画していたのが東京駅とを結ぶ新幹線でした。そのため当時の新東京国際空港公団が京成が旅客ターミナルの真下に路線を伸ばすことに難色を示したのです。70年9月、京成に対し京成成田から 5.2 キロ地点までの施工認可が下りましたが、旅客ターミナルの真下までの認可は保留。
最終的に空港公団は京成の乗り入れを認めず、それではあまりに都合が悪いので、旅客ターミナルから1キロほど離れた場所に初代成田空港駅が建設されたのです。成田空港の玄関口だけあって、ホーム2つ、線路4本の立派な施設で、1、2番線乗り場が空港アクセス特急であるスカイライナー、3、4番線乗り場が一般列車用でした。ところが成田新幹線計画は、成田空港周辺などの一部で工事が進んだだけで、実現することはありませんでした。その特性上、沿線住民へのメリットがほぼなく、在来線とは比べ物にならない騒音への抵抗が強かったからです。埼京線のような並行在来線で沿線住民を説き伏せることもできず、86年に断念されています。それを受け、京成線と成田線が成田空港の直下に乗り入れることになり、91年3月に2代目成田空港駅が開業し、92年12月には空港第2ビル駅が開業しています。新線は新幹線用の複線を2社で分けたため、成田空港駅以外は単線という日本の空の玄関口としては少々心細い施設でした。それでも空港直下に乗り入れられるメリットは大きく、空港連絡特急は全て新線経由に切り替え、初代成田空港駅は東成田駅に改められ、新線との分岐箇所から先は東成田線として分離。2つあったホームのうち、スカイライナー用だったホームが使用停止になっています。その後2002年10月、芝山鉄道が開業しました。空港によって分断されるエリアのため、以前から建設が要望されていたものの、鉄道の計画が二転三転したことや、空港建設に反対する勢力の所有地が計画範囲にあったことなどから、建設は遅れに遅れました。99年12月、当時の芝山町長が、用地取得が著しく難航する土地を避けたルートにするように要望したことでルートが修正され、建設が本格化。成田空港ができてから30年余りを経て、ようやく開業を迎えています。さらに2010年7月には、成田スカイアクセス線が開業。これは、京成高砂から印旛日本医大までを結ぶ北総線の線路を供用しつつ、成田空港の近くでは成田新幹線の施設を流用、その間では新線を建設して空港アクセスを図る路線です。新設された区間では最高時速160キロ運転が行われ、スカイライナーの他には空港アクセスの一般列車であるアクセス特急のみの運行であるなど、空港アクセスに全振りした路線です。スカイアクセス線の開業に合わせ、成田空港駅や空港第2ビル駅では改修工事が行われ、発着本数も増えました。それまで京成本線経由で運行されていたスカイライナーは、すべてスカイアクセス線経由に切り替えられています。2015年4月には、第1第2ターミナルに次ぐターミナル、第3ターミナルがオープン。成長著しい格安航空会社、LCC を念頭に置いたターミナルです。成田空港では滑走路の延伸なども行われ、役割は増す一方ですが、新線開業以降の東成田駅では目立った改修もされず、相変わらず寂しい雰囲気です。駅の内外を順番に見ていきましょう。その前に、先ほどのカットでも鳴っていた音に注目です。その正体がこれ。改札の後ろにあるエスカレーターです。ベルトの下の部分が斜めになっているところや、乗り口にある円形の照明など、古さが感じられます。やはりこの音は普段とは異なるようで、ほどなくして使用停止になり、バリケードで塞がれています。そして、音に気を取られていると見落としがちですが、この上にはかつてあったと思われる広告が残っています。手軽で安全、スピード配送、海外ペリカン便ジェットパック。ここは地上に出るメイン動線なので、当時は高い広告効果があったようです。向かって左の下りエスカレーターはだいぶ前に使用停止になったらしく、埃が積もっています。エスカレーターの横にはこんな看板が。住友林業の家は今でも聞くフレーズですが、左上のキャッチコピーのフォントに時代が感じられます。地上に向かいます。階段エスカレーターを上がって正面の開き戸は閉め切られ、出入りは左右のドアだけです。広めのスペースがあるのは向かって右側です。この辺りにも人気が全くありません。ここには自動ドアはなく、開け閉めできる開き戸は常に開きっぱなしです。
右奥に見えるのは管制塔でしょうか。出入り口の外観がこちら。かつては地上から出入りする必要があったため、駅名板はここにあります。対照的に空港第2ビル駅から東成田駅まで地下通路や改札の前に大きな駅名板がないのはそれが理由のようです。車寄せを覆う屋根がついているものの、左手前は部分的に撤去されたらしく、支柱の土台の跡が残っています。そしてこの青い屋根の階段がかつて駅構内につながっていた階段です。階段自体は今でも駅構内につながっているようですが、入り口にはコーンが置かれ、その奥はシャッターで閉ざされています。なお、先ほどの階段エスカレーターを左に曲がると別の建屋につながっています。これは警備犬の詰め所らしく、空港ターミナルにはつながっていません。京急ということで多くの部隊があるように見えますが、これは犬を意味する英語、K9 から派生したものです。和製英語ではなく、英語圏でも警察犬などを示す言葉として通じます。ちなみにこの横にある郵便ポストは今も現役で、11時20分頃に集荷されます。郵便を出す人はいるのでしょうか。改札口から改めてコンコースを眺めてみます。改札の反対側には妙に床がすすけた場所が、かつて何らかの設備があったのでしょうか。コンコース階は囲いで封鎖されている場所が多く、照明も間引かれています。向こうにある壁には歴代のスカイライナーの車両などのポスターがあります。一番右のポスターにあるずんぐりした車両、初代 AE 型は1972年に製造されたものです。空港アクセスを念頭に置いて開発されたものの、空港の開港が遅れたため、しばらくは運用が少ない時期が続きます。しかも初代成田空港駅はターミナルから離れており、連絡バスに乗る必要がありました。ところが、東京シティエアターミナル、通称 TCAT から出ていたリムジンバスは事前に搭乗手続きができ、空港ターミナルまで乗り換えもなかったため、スカイライナーの利用は低迷、不遇の時代を送ります。さらに1990年には、深セン開業に先立ち、AE100 型がデビュー。91年の深セン開業でスカイライナーはある程度持ち直しましたが、AE 型は製造から20年を迎え、サービス水準の低下が目立っていたため、AE100 型への統一が決まります。AE 型は93年に全社が引退し、床下機器などが3400型に転用されました。さらに、2010年には2代目の AE 型が登場。AE100 型はスカイライナーの運用から外され、京成本線系統のシティライナーに転用された後、2016年に引退しています。そしてこの左奥には、地上に出るもう一つの通路があります。この先にあるのが、成田空港へのアクセスルートの一つ、第5ゲートです。物々しい看板と殺風景な佇まいで、建屋内には係員もいます。昔は身分証の確認などが行われていたのかもしれないですが、今ではそうしたものはなく、スルーパスで通れます。周りの様子がこちら。航空貨物を扱う拠点のほか、航空地方気象台や警察署もあります。地下へと戻ります。壁面には、かつて利用客を迎えていたであろう看板の台座が残っています。深センの開業にあたってコンコースは狭くなったものの、それでも場所が余っています。右に映っていた壁画には、曲水の宴という題名があります。1980年に作られたもので、中世王朝の様子を再現したレリーフです。目の前には玉石が敷かれ、相当怒っているだけに寂しい感じです。深センの駅に移設しても良さそうですが、一枚物ではないので難しいのでしょうか。改札内に入る前に、囲いの内側を見てみます。改札横がこんな感じです。突き当たりにあるのが、かつて営業していた喫茶店です。古い改札の上の看板は残されているほか、椅子や縦看板など、割とサイズの小さい備品類も残っています。元の役目を失ったとはいえ、廃棄するのは手間がかかりますし、ここならコストもかからないのでそのままになっています。かなり埃をかぶっており、二度と日の目を見ることはなさそうですが、そんなことはありません。これらのアイテムは、後で再び出てきます。それとは別の囲いの内側がこちら。こちらは先ほどと違って資材が置かれており、備品は少なめです。
改札内に入ります。図の上側が使用停止になったコンコースです。改札内も内装は結構すすけており、照明が間引かれて薄暗いです。改札を入り、通路を進んで右側には階段がありますが、一旦スルーします。反対側にはフェンスで仕切られた階段が、先ほど見かけたあの階段です。明かりもついており、資材の搬入か何かで使われているようです。そして改札階は営業していた区画を後から仕切ったため、仕切りの横が斜めになったスペースがあります。ここは有人窓口の跡です。改札内なので、生産や特急券の販売をしていたようですが、何のための窓口なのかは不明です。さらに奥へと進みます。この奥の右手には、前後両方向に動線があります。トイレは改札から一番離れた場所にあり、男女とも手前に階段があるという時代を感じさせる構造です。そして右奥で囲いに刺さっているのが先ほど映っていた売店です。この後ろのエスカレーターは上り専用で、下り方向のエスカレーターは設備自体が撤去されています。この駅にエレベーターはありません。近くにある看板のフォントに古さが感じられます。そしてこの動画、尺がほとんどないのにお気づきでしょうか。実は6月22日と23日の2日間、普段は閉ざされている旧ホームなどを見学できるイベントが行われていたのです。これは京成電鉄と国内に多くの店舗を有するセレクトショップ、フリークスストアを運営する会社、デイトナインターナショナルのコラボイベントです。第1弾のイベントが前にも取り上げたことのある旧博物館動物園駅のポップアップショップ。第2弾が沿線にある千葉県佐倉市への観光誘致企画です。そして第3弾がこの東成田駅の旧ホームの公開イベントというわけです。当時使用されていた懐かしのアイテムが勢ぞろいするほか、スタンプラリーやコラボグッズの販売も行われます。参加費用は事前予約が大人1人2000円、子供1500円、空きがあれば当日予約もできます。このイベントは千葉県成田市が市制施行70周年を迎えたことを記念し、成田市が協賛しています。そして去年12月には京成スカイライナーの運行開始から50周年を迎えており、京成上野駅と京成成田駅に歴代車両の装飾を施すなど、京成も記念企画を打ち出しています。ここから先、使用されているホームと使用停止となっているホームの様子はまた別の動画に続きます。ご視聴ありがとうございました。